26歳男子の黒で揃えたカバンの中身、休日ちょっと外出するとき編。どうも、坂田コーチです。僕は黒い小物が好きで、気に入ったものを長く使うというコンセプトで物を買っているんですが、黒がベースのアイテム以外はカバンの中に基本的にはないんだな、これが。黒が好きな理由は簡単に統一感が出ておしゃれに見せやすいってことです。その他もいろんなメリットがあるんですが、カバンの中身を紹介した後、動画の最後にお話ししますので、ぜひ最後まで見てってください。紹介したアイテムは概要欄にリンク記載してますので、気になるものがあったらぜひチェックしてください。ということで、早速いきましょう。まず最初にご紹介するのがこのカバンですね。僕はマルジェラのカメラバッグというカバンを使ってます。サイズ的にコンパクトなことと素材が丈夫なので気軽に持ち歩けるということで、普段使いにちょうどいいと思って選びました。このロゴがですね、よく米粒っていじられるんですけれども、非常食が米粒4粒はさすがに無謀。このバッグですね、名前の通りコンパクトなカメラであればこの中に収まってしまいます。ということで1点目はこのバッグのご紹介でした。そしてカバンの中身紹介の1点目、こちらは iPad Pro の11インチです。僕は普段外で作業することは少ないんですが、外に出なければいけない用事があったりとか、それからちょっとね外で、時間が空いた時なんかに簡単にネタとかを考えたりとかね、仕事をちょろっと進めたりするのにこのマジックキーボードをつけてですね、この iPad を持ち運んでます。で外でですねどこでも通信できるように一応セルラーモデルで契約してまして、でこの iPad とこのカバンの相性が良くてですね、なんとこのカメラバッグ、これ見てください。サイズ的にほら収まって、もちろん中にもちゃんとちょうど入るんですね。このサイズ感が気に入って正直このカバンを選んだっていうのはあります。はい、続いてカバンの中身紹介の2点目、こちらがエンダースキーマのメガネケースです。僕実は目が悪いので、慣れない土地に行く時ですとか運転する時はメガネをしてまして、そのメガネを収納するレザーのケースです。口はですねこのようにバネ式になっておりまして、片手で簡単に開閉ができます。こんな感じでメガネをねスッと取り出すことができます。でしまう時も勝手に閉まるので、すごい取り出しがしやすいようなメガネケースになってます。でですね、なんといってもこの薄型なので、僕のですねこのちっちゃなカバンに収まるようなサイズ感っていうのが気に入っているところです。多分なんですけれども、この型がですね今売ってないと思うので、最新の型がですねあったので、こちらを概要欄に貼っておこうと思います。はい、続いてこちらはですね AirPods Pro をケースに入れてるんですが、こちらはネイティブユニオン製の AirPods Pro のケースです。ブラックのねレザーを使用してまして、このマークがネイティブユニオンのマークなんですけれども、開けた時は真っ白になっちゃうんですが、僕がね気に入ったところの、ポイントがですね、もうこのクリップがコンパクトであらかじめついてるってことなんですよね。カバン使うまでもないなっていう外出の時に、ベルトループにね引っ掛けて使うこともできますし、僕はですねこの先ほどのカバンのフックのところに引っ掛けて、使ってます。カバンを見てもですね黒いレザーを使っているので、あんまりですね違和感なくつけておくことができます。もちろんですね、レザーのケースつけたままでも、ワイヤレス充電に対応しているので、これはですね非常に買ってよかったなと思います。はい、続いてこちらスイというブランド名のキーケースなんですけれども、こちらですねこのように何本か鍵を収容できるようになってまして、だいたい4本ぐらい入るのかな。このようにですね、穴に鍵を通して、で、先ほどのですねキャップを閉めて、何本かね刺すことができると、非常にですねミニマルなデザインで、この真鍮のゴールドがね先ほどのメガネケースの色とねマッチして、非常にですねカバンの中に統一感が出てるかなと思います。でこのキーオーガナイザータイプのキーケースなんですけれども、いいところが片手でですね鍵を開けられるところですね。このようにほら出てくるんですよ。こうやってほら片手で出てくるので、これは非常にですね鍵を閉める時に楽かなと思います。はい、続いてこちらイッチのペットボトルリングです。これはですねフック式になっておりまして、これもね AirPods 同様先ほどのカバンのここにつけて使うんですけれども、これ一体どうやって使うんだとお思いになると思いますけれども、こちらはですねこのペットボトルのこの口の部分に刺してこうやって引っ掛けて使うことができるんですね。分かりにくいと思いますけれども、このようにホールドしてなかなかこれ落ちないんですよ実は。なので、僕ですねカバンがどうしてもちっちゃくて iPad とかを入れてるとペットボトルが入るスペースなくなってしまったりするので、このようにですね引っ掛けてペットボトルをねぶら下げて使っております。はい、続きましてこちらマネークリップ型の財布です。今はテレワークなんでスーツを着る機会はほとんどないんですけれども、ジャケットの内ポケットとかに入れても本当にスリムなのでかさばらないということで、小銭入れがないタイプを使ってます。電子決済ばかりで現金を使う機会は正直かなり減ってるんですが、いざという時のために現金とカードを持ち歩くためにマネークリップを使ってます。続きましてこちらエンダースキーマのコインケースです。先ほどのメガネケースと同じブランドなんですけれどもマネークリップとコインケースで荷物増えてんじゃんっていう話なんですけれども、普段ち
ちょっと買い出しにコンビニに行く時とか、あと仕事先でランチに出かける時とかにポケットに入れてコンパクトに持ち歩くために使い分けてまして、ちょっとランチに出かける時はこんな感じで2000円とかをね、この外側のポケットに収納してこれだけ持って出かけたりもします。こちらをですねカバンに入れてる理由としましては、やっぱりですねどうしても小銭がお釣りとして発生してしまうシチュエーションがあったりとか、自宅から駅の通り道にある自販機がなぜか電子決済に対応してないので小銭が必要な時があるので、正直マネークリップを持ち歩いてる時はこちらのコインケース持ち歩きたくないんですけれども、仕方なく正直カバンに入れて持ち歩いてます。ただですね取り出し口は大きくて正直小銭は取り出しやすいですし、お釣りを収容しやすいので、便利っちゃ便利です。はい、続きまして小物ポーチです。カバンの中でね小物が散らからないようにポーチに入れてるんですけれども、ポーチ自体は僕が岡山県の倉敷に旅行に行った時になんとなく買ったものです。街があってですね、なおかつコンパクトなポーチが欲しかったのでちょうどいいサイズ感で気に入ってます。だいたい1000円ぐらいで買えました。さあそしてこちらのポーチの中身なんですけれども、まずは香水を入れたアトマイザーです。アトマイザーって結構円柱の形が多いんですけれども、これは四角い形状でもう床にね置いた時に転がらないですし、なおかつこのキャップがですねヘアライン加工みたいなのがされてて結構ですね安っぽさが出ないので気に入ってます。中身はジョー・マローンのウッドセージ&シーソルトですね。もうこれ5年ぐらい使ってます。はい、続きましてこちらイソップのリップクリームです。こちら SPF30 で日焼け止めの効果もあるんですけれども、あんまりベタつかないテクスチャーなので夏とかはいいんですけれども、正直僕の砂漠の唇にはちょっと物足りなくて、もう黒ではないんですけれども乾燥がひどい時はねもっとしっとり感があるリップクリームを持ち運んだりしてます。はい、続いてこちらこのガラスの容器なんですけれども、何が入っているかと言いますと、ハンドクリームが入っております。僕は手もですね唇と同じくサガラ砂漠なんでハンドクリームが必須なんですね。でこの容器自体はですねナチュラルサイコスプロダクトというサイトで購入できまして、アロマオイルとかを販売しているサイトなんですが、このガラスの容器こちらのちっちゃい 15ml とあと 30ml から選ぶことができまして、結構見た目もですね高級感があって、これ400円ぐらいで買えたので結構おすすめです。でですねこの中身なんですけれども、こちらはイソップのレスレクションハンドバームを使ってまして、これですね絵の具みたいな入れ物で非常に人気のハンドクリームなんですけれども、結構汚ねえなっていういやごめんなさい、見てたくないな、これ汚いんですよってカバンに入れるとですね、これ実は容器が破れて飛び出してくるんですよ。もう本当にポーチの中身がね散々なことになったことが何回もあります。あとこの絵の具の容器って 75ml で3000円ぐらいなんですけど、こちらのボトルのタイプだと 500ml で1万円なんですね。絶対こっちのボトルの方がお得。同じ値段だったら2倍の容量入ってるんで、なので大きいサイズで買った方がお得なものはこういう容器に入れて小分けにした方が安く済むしかさばらなくて済みます。はい、続いてこちらですね。これサムネイルには映ってなかったんですけれども、これメガネ拭きなんですね。このメガネ拭きなんですけれども、サブチャンネルでは1回紹介してるんですが、なんとメガネの曇り止め機能付きのメガネ拭きです。今マスクが必需品ですから、やっぱりメガネがね曇ってしまうと思うんですよ。こちらはメガネのレンズをですね強めにこうやって拭き取るだけで24時間ぐらい効果が持続して、こちらのクリーナー自体は600回ぐらい使用できると説明には書いてありました。こちら700円から800円ぐらいでメガネのマスク生活が非常に快適になるので、こちらぜひ概要欄から探してみてください。こちらはね効果持続のためにこういう洗浄の缶だったりとか、さっきのねこういう容器に入れて持ち歩いてもいいと思います。はい、続いてこちらアンカーのモバイルバッテリーです。僕はですねこちら小型なので持ち歩いてまして、1万 mAh に対応しているので、だいたい iPhone2 回分、それから iPad も使うのでね iPad の充電なんかもしてます。非常にですね小型なんですよね。なのでバッグの中でね場所を取らないというか、そもそもポーチに収まってしまうので気に入ってずっと使ってます。はい、そして最後充電ケーブルで、こちらは説明不要かなと思いますけれども、ライトニング端子とあと USB-C のタイプですね、こちらを持ち運んでまして、これですね非常に短いんですよ。こちら20センチぐらいの長さなんですけれども、僕はですねこれを2本こちらのタバラットのコードクリップにですね通してしまって、こちらのクリップなんですけれどもだいたい600円ぐらいで1個買うことができて、このように簡単に止められますし、あと使ってる時にですね実はもうここにコードが通してあるので、使い終わった後にコードクリップどこ行ったってならないので、非常にレザーで質感もいいですし、こちらはおすすめです。ということで今日は黒のアイテムでまとめたカバンの中身ご紹介しましたけれども、僕が黒一色でまとめたがる理由は3つあります。1、簡単におしゃれな雰囲気を出せる。例えば明るい色のアイテムが好きな人だと安っぽく見えてしまうプラスチックアイテムがあったりとか、なかなか高見えするアイテムが見つけにくいと思うんですね。ただ黒であれば、とりあえずマットブラックであれば質が高く見えたりするアイテムって多かったりするんですよ。もちろん黒の中にもツヤ感の違いだったりとかありますけれども、他の色、特に白黒以外だと商品ごとの微妙な色の違いとかによって統一感が
出にくかったりするので、黒で揃えた時は一点一点の差が出にくいので統一感が出ておしゃれに見えると思います。2、散財が減る。これは気に入ったアイテムを長く使うことが前提なんですが、やっぱりアイテム単体の形を見て、あ、これ欲しいなって思うことあると思うんですよ。僕もあります。ただ僕はですね、カラー展開に黒がなければ絶対に買わないと決めてます。差し色っていう考え方で違う色を買うのはありなんですが、僕は結局飽きやすい傾向にあるので、その後また違う商品を買い直してしまうことでコストがかさんでしまうんですね。3つ目、汚れが目立たない。これは想像つきやすいと思いますが、黒はとにかく汚れが目立ちませんので、買い替えの頻度を減らすことができます。レザーのアイテムとかであっても色の経年変化が茶色とかよりは起こりにくいので、手入れも楽で気に入ったものを長く使えます。以上が僕が黒でまとめる理由なんですけれども、デメリットを一つ挙げるとすると、カバンの中身が真っ黒になるので若干物を探しにくいというデメリットはありますね。ただ黒で揃えるメリットの方が僕は大きいと思いますので、気になった商品は概要欄からチェックしてみてください。ということで、この動画が良かった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。サブチャンネルの相良ゴーチの右側チャンネルもよろしくお願いします。ということでまたお会いしましょう。バイバイ。